に車入ってどういうことだ。画面がなんで来ない。ちょっと待って。これでどうなっていくの。あ、これで釣った。よし、こんばんは。あ、ナバルさんこんばんは。すいません、マイク入ってますよね。あ、すいません、なんか大慌てです。やり方をほとんど忘れてます。ちょっとこっちにもうちょっと近づけて、よし、これで映って、あれ今コメント見えたのにな、どうして見えなくなるよ。字幕消しちゃってもいいかな。字幕があるとコメントが見づらくなって画面が映んなかったりしちゃったりするんですよね。字幕いらないと思う人何にも言ってくんないね。ちょっとコメントがこれで見えるかな。見えるね。よしよし、これで良いかな。これで良いかな。大丈夫かな。大丈夫だよね。ちょっと大慌てです。なんかね、何も映んなかったんですよ今。ちょっと大慌てをしてしまいました。すいません。これでなんとかなるかな。これでなんとかなりそうです。あ、こんばんは。うわ、これね、ほんと字が見にくくなっちゃったんだな。さゆんとさんこんばんは。ストーリーさんこんばんは。すいません、もうバタバタです。やり方をね、また一から状態になっちゃって、よくわからない状態になっちゃった。すいませんね。今日はね、なんか津波警報警告だとあれなんだよね。強いっていう意味だよね。おかーんの意味分かった。おかーんの意味、おかーんの意味、そのおかーんの意味が分かんないよ。私が分かんないけどさ、ユニトさん、おかーんなんだそれ。なんだろうそれ何のおかんの意味。王冠の意味だ。王冠の意味。王冠の意味。あ、王冠。王冠。
王冠なんだっけ、王冠っていう話この間出ましたよね。なんか話出たよね、王冠ってね。なんだったっけ。まあいったで、そう津波警報が今日ね本日出ましてね、まあ、津波自体は全然来なかったんですけど、結構ね日本ではまだ警報だよね、警告ではないよね。まあ、危険ですよっていう、まだ海の危険は続いてるから海には近づかないようにしてくださいなんて言って、こっちではね新聞とか政府のフェイスブックとかに載ってたんだけど、あれ結構ずさんなやり方してんだよね。写真でその書類を知事が出したと思われる書類を写真撮って、それをそのまま PDF のままこう貼り付けたりしてるのね、フェイスブックに。フェイスブックとか新聞もそうだったけど、あれだとこのサイパンなんか多国籍軍、本当何人でもいる中なんで、私だって英語が得意な方じゃないから、あれじゃ多分わからない人も出てくると思うよね。私なんかは友達から聞いた。だからさ、日本とかだとこうなんか放送とかでこう津波警報が出ましたとか、町内マイクみたいな、町内アナウンスみたいのが流れたりするじゃないですか。うねさんのごめんなさい、うねさんの話すごい私が遅れてるみたいな感じ。うねさん、津波来た？津波来てないです。うねさんのうねさんの話ね、分かった。そう、私もそれ調べましたよ。うねさんね、津波来てないよ。うねさん、津波っていうかね、これかな、ちょっと待って、これ米軍の船、夕方もう暗くなるとき見えるかな、この矢印のところにね米軍の船がいるんだけど、すっごい離れたとこに、めちゃくちゃ離れたとこに U ターンしてたから、U ターンしてめっちゃくちゃ離れたとこにまた止まり始めたから、結構近づいてきてたんだけどね、また離れてってめちゃくちゃ遠いところに今止まってますね。夜になってからはちょっと見てないけど、もしかしたらもうこっちに帰ってきて電気ついてるかもしれないけど、米軍の船めちゃくちゃ逃げんの早かった。もうお友達からこう津波警報があるみたいよ、知ってますっていうので連絡もらって、全然知らなかったと思ってパパって調べたら、本当だって津波警報が出てて、ロシアだっけ、ロシアだよね、ロシアのなんだっけ、ロシアで地震って言ったから、てっきり日本海側のあの方で津波とかあると思ってたのに、全然もう北海道の言ってみれば南側っていう、ちょっと南って言ったら言い過ぎだけど、北海道の真ん中から切っても南寄りのところで地震が起きたから、こっち側なのね、日本海側
だからあれだったのね。だから日本海側じゃなくて太平洋側の方が津波警報バンバン出てたのね。今もなんか結構出てるみたいだけど、米軍の船は何？おかんの意味分かったの？ごめんなさい、サフントさん分かった。ここで2人で話が進んでる。うねさん、鎌倉で仕事しててサイレンすごかった。サイレン鳴るんだやっぱり。サユントさん、私は消した。サユントさん、黄色だったよ。黄色なの。鎌倉で仕事しててサイレンが鳴るの？サイパンはサイレンも鳴らなければ何も町内スピーカーみたいのねあったら、それこそサイパンあたりなんか便利だと思うんだけど、Facebook とかにペタってこう PDF を貼ってある状態だから、こうその場で例えばコピーペーストして翻訳っていうこともできないから、こんだけ多国籍軍が住んでるところで英語のわからない人なんかもたくさんいると思うの。も専門用語なんか出てきたりするとね、それなのにそういうやり方をしてるのがちょっと間違いなんじゃないかなと思うよね。新聞社なんか特にちゃんと貼り付けてじゃない、紙に書いてじゃなんていうの、タイピングして出したらいいと思うよね。普通だったらどう思う？こうね、フィリピン人、日本人、韓国人、何人がいる？中国人、ほんと多国籍軍が多いから。こんばんは。どうやって消すのって。皆さん、こんばんはって皆さんね。どうやって消すのって、なんだっけな、それなんて言うんだっけな。サユントさん、なんて言うんだっけ、それ。見たんだよな、私。ちょっと待ってね。ちょっともう今見てみる。今見てみる。なんだっけ、なんて言うんだっけ、それ。なんて言うんだっけな。ちょっと待ってね、調べます。YouTube のコメント欄に王冠のマークなんだっけ。違う、この人間違ってる。王冠のマークは違うこの人違う。王冠のマークは配信者だとかファンになってる。そうファンになってるファンの人のマーク。そうファンの人、勝手にファンになってる。ファンになっといてくださいよ、ねさん。それの消し方。TikTok の話してないよ。YouTube でのライブでコメント欄にの消し方。
王冠マーク、チャンネル主とか出てくるけど違うって、モデレーターとか出てくるけど違うって。あれ出てたんだけどな。あれなんで出てこないんだろう。なんで出てこないんだろう。寝床に来ただけなのに寝床すいません。寝床でも何でもありがたいです。Google で調べた。Google か。 OKGoogle で聞かなきゃダメなのか。 OKGoogle、 OKGoogle、YouTube のライブ配信でコメント欄に王冠マークが出るのを消したいんだけど、どうしたらいいの？ YouTube のライブ配信コメント欄に表示される王冠マークは、すごいな。の場合、トップファンランキングの機能に関連しています。これを非表示にする、またはランキングの PC で操作する PC で操作する場合、YouTube を開きます。右上の自分のアイコンをクリックします。設定をクリックします。プライバシーをクリックします。チャット欄のランキングへの参加をオフにする寂しいなそれ。そんなことしたの？サユントさん、そんなことしちゃったの？そんなちょっとこれを読んだらすごく寂しい気持ちになっちゃったんだけど寂しい気持ちになったよ寂しいですね。王冠あってもいいじゃん。王冠ダメで、津波のちょっとこれをまず消しますね。そう、ずーっとね、向こうの方にね、すっごい遠くの方にさっさと米軍の船は逃げていきましたね。早いよね本当に。でとにかく新聞とかFacebook に書類のまま貼り付けるっていうのはちょっとこのね、多国籍軍が多いところではどうかなと思うよね。あれじゃコピーしてペーストして翻訳っていうこともできないから、翻訳機能が Facebook の翻訳機能自体も使えないから、あれだとね、例えば見てる人でも分かんない人いっぱいいると思うんだよね。私なんかは全然その辺は見ないから、新聞は見るけど、でも新聞見るのもね、起きてすぐぐらいしか見ないからな。あれだとちょっとわからないと思う。行ってきます。ただいまおかえりなさいねさん、おかえりなさい携帯ではなんか王冠が出てこないから、パソコン、携帯とかテレビだと出てこないらしいんですよね。そうですよね、サユントさん。私もサユントさんに教えてもらっただけだからよく分かってないっていうのが本音なんですけどね。ファン解約できました。はい、ファン解約しないでよファン解約しないでください。ファンでいてください。寝に来てるだけでもありがたいです。
見に来てねいただいてるだけでありがたいです。本当にね。それってなんだろう。とにかく外国人が多いこの島で貼り付けだけで、警告っていうか、これがねもっと本当にことが大きいことだったらもっと混乱してると思うし、うちの前なんかも山に上がる道なんだけど結構いましたよ。車通ってた。ちょっと軽い渋滞が起きてたから、みんなね結構知ってる知り合い同士でこう危ないから上に逃げようとかそういう話になったのかもしれないし、わかんないけど、山登ってきてましたよね、車がずらずらと。津波ね、ほんと前にサイパンは津波来たことあんのかな。来ても3センチとか4センチとかっていうの覚えが昔あったけど、いつのことだったか忘れちゃったけど、津波警報って結構あるけど、パプアニューギニアとかあっちの方で地震があってもこの辺にね警報が出たりするんだけど、あれはね多分危ないと思うんだよね。ちゃんとタイプをして、警告とか出さないと、紙一枚写真で撮ってそのまま載せるのはちょっとよろしくないと思うんだよね。カルパッチョみたいな名前のところだったよね。そうカルパッチョね確かにカルパッチョみたいな名前だった。なんだっけね、Google に聞いた方がいい。早いな。ここに出てる。ここに出てる。どこだっけ。カルパッチョって名前だった。カから始まってたね。カムチャッカ半島沖でマグネチュード 8.7 から 8.8 の大地震が発生し、最大3メートルから4メートルの津波が報告されています。だって3メートルから4メートルの津波が報告されてるって、じゃあどっかであったの？もう津波あったんだね。ロシアの方であったっていうことなのかな。日本、グアム、サイパン、北マリアナ諸島、ハワイ、オーストラリアなので警告が出てるんだって。ハワイでもね、なんかテレビでやってたけど、ハワイ時間で夕方の5時になったら警察官も全員退避しちゃうんで、早くビーチから離れてくださいなんて放送してたよね。バンバン。サイパンはどうなってたか知らないんだけど、もうね、昼間出ちゃったから、警報が昼間出ちゃったから、不要な外出はしない方がいいなと思って出るのをやめましたね。頭もねちょっとね風邪ひいちゃったみたいで、風邪ひいたのかな、多分一昨日とか雨の中外の掃除をしてたんだよね。水代がこれセーブになるなんて思いながら、大雨降ってたから
大雨の中こう石の上を流すと綺麗になっちゃうから、それを年齢を考えずにやってしまって、ちょっと風邪ひいたかなって感じ。若い頃はねそんなんでもよかったのかもしれないけど、年取ってからこれやると風邪ひくよね。本当に免疫力がないところにあんなことやってたら風邪ひくなって感じで、今日頭動かしたら、起きて頭動かしたら本当に頭がちょっと動くだけで頭がめちゃくちゃ痛くて、これ風邪ひいたなと思いながら、で熱は測んなかったんだけど、なんとなく風邪ひいたなと思って、でも頭痛いのだけは治さないと食事も作れないなと思ってロキソニン飲みましたね。かじって飲みました。更年期いや本当にね、更年期っていう感じじゃない頭の痛さ、ちょっと首を振ったりっていうか、歩いただけで頭が痛い状態で、これはねちょっとびっくりしましたね。低気圧とかの時に頭痛くなったりなんかすることってよくあるんだけど、今低気圧なわけじゃないから、多分ね低気圧もう行っちゃったでしょ。まだいるのかな、なんか違うのちょっとわからないけど、今天気図を見てないから、もうほんと頭痛くて何もできない状態に陥ったのでそれ更年期だよって言ったいもうね更年期ってね言ってみたらね30ぐらいからあったんじゃないかなって感じでね、イライラとイライラとかカリカリとかっていう感じでしょ。あれってね30代ぐらいの方が多かった気がするんだけどね、30代前半の方がなんか多かった気がするけど、気のせいかな。それ更年期だよとか言われちゃってるしね、でなんだっけ、津波ね、そこから発生してのグアムサイパングアムへの津波第一到達があったわけではないのかな。あったのこれ2時半頃って、私聞いた頃だわ、もうそんなの。第一到達サイパンに津波は到着したの？失礼はしたけど津波は明確な報告はないと。なんか水位が上がるとかそういう心配があるって書いてあるね、津波は特になかったのかな。ない方がいいよね、こんなのね。昔の津波の映像とか見るとめちゃくちゃ怖いもんね。津波、あそこでまた地震が起きたらそういうこともありえるのかなとか思うけど、とりあえずは一段落っていう感じなのかな。ちょっとごめんなさい、お水飲みます。あれ、お水持ってきてない？持ってきてる。
でも日本でもね今まだ警報が出てるんだよね。日本ではねまだ終わってない状態なんでしょ。解除はされてないのかな。警告っていうかなんか電車とか止まっちゃうような状態のレベルまで行ってそれは一度解除されたってさっきなんかニュースでやってたけどその先がわからないんです。姉さんなんかは鎌倉にいたのね。みんな大丈夫だったのかな。電車とかね止まっちゃってすごいしんどい思いした人もいるみたいだからね。そういうのがね辛いよね日本だとね。あとはね津波さえ来なければってことないんだと思うけどああいうねそういう通勤路のものが止まっちゃったりするとちょっとやばいよね。めんどくさいことになっちゃうよねそういえばカジノサイパンにカジノができるのかできないのかっていうところにいるんだけどみんなねできないっていう人の方がうちの視聴者さんの中では多かったんだけどこれなんかね土地のリースをしますよっていうことを新しいオークションで競り落としたところになんだっけ政府が土地のリースをしますよっていうことを、条件付きで OK したのよね。その条件っていうのがなんかちょっとねこれって今ホテルをやんなきゃダメなのっていう感じでホテルを先にやんなきゃ先にやり始めなければカジノがやっちゃいけないのっていう感じのような条件でもう8月のね半ばぐらいまでにその答えを出してねって出さなければ裁判所は全部なかったことにするよみたいなことを言ってるわけで、まず政府の土地を貸す人たちは今なんかビットコインで持ってるらしいの、払わなきゃいけない方の人が。でそのビットコインを使える現金に変えて60日以内に現金化して支払ってねって言ってるわけで、あと保険と工事と建物の図面とかを90日以内に提出してねとも言ってるし、あとこれだよね、ホテル運営の具体的なプラン契約付きを60日以内に提出してねって営業に必要な認可ゾーニングとか DPW とか取りなさいよって言ってるの。これってもうホテルを始めてねって、この不景気の中でホテルを始めてねって言ってんだよね。カジノの何が問題かっていうと、カジノのライセンスを発行してないんだよね。このカジノのライセンスごと新しい会社は買ったんだけど、その権利ごとね買ったはずなんだけど、その権利は一応買ったんだけど、その元々の会社が払わなかったりいろんな
契約料を払わなかったりして、結局は使えない状態になってるので、サイパンの国の中の法律では使えない状態になっててもライセンスは1個ですよって決まってる法律があって、1つしか出しませんよって、1つの会社にしか出しませんよっていう法律があって、その会社が潰れてようとなんだろうと、そのライセンスを使えないと言いながらも一応は出ちゃってるライセンスだから、新しい会社がそれ名義変更して使える状態ではないんだよね。で、使えるっていう保証もないし、今の法律的にいくと。で、これね、建物と土地のリースをするけどホテルは始めなさいよって言われてるような感じ。今の状況で、このサイパンの状況でこんなクソ泥棒も多いし、強盗殺人まであるようなところだよ今。そんな状態のところでこんな厳しい条件でやりなさいよっていうのはちょっとおかしくなくない？どう思います？みんなだったらやる？この状況下の中、サイパン側からしたら本当だったらなんだけど、こんな状態でカジノが始まってくれるとかっていう状態のものがあったとしたら、手放しで喜ぶところだと思うんだけど、それをね、すごい条件つけてるんだよね。すごい条件をつけてるわけで、私だったらねやばいやらないってさあ、ユントさん、やばいやらないね。私でもね、私もそう思う。私もそんな金かけてぐじゅぐじゅ言ってんなら、もういいよって。だってここで手を引けば、今まで何回かサイパンに来たお金と、あと、飲み屋でのおごっちゃったぐらいのお金はあるかもしれないけど、それ以上のマイナスはならないじゃん。もうぐじゅぐじゅ言うんなら、こんなにぐじゅぐじゅ言うんなら帰るわって言って帰りたくなる感じなんだけど、そうはなんないのかね。なんかそうはならない何かがあるのかなって逆に思っちゃうよね。なんかあんのかなとかって思いません？どうかな。つながりね、そういうのがさ、だからね、言われてるのが、サユントさんつながりって言ってるのはどことつながってるって思ってるかわかんないけど、世間的に言われてるのは、もともとの IPI っていう会社、もともとカジノを潰れちゃった会社と、その新しい会社が本当はつながってんじゃないかっていうのをずっと言われてるのね。で、新しいカジノ会社は違いますよっていうことを言ってるんだけど、政府の方は、政府からしたら同じ会社だとまたね、アメリカの目とかもあるからよろしくないっていうことになっちゃうんだと思うんだけど、その辺でこううだうだしてるのか何なのか。でも今回 OK っていうのを出したんで、土地はリース
条件付きでしますよって言ってるけど、でもね、今のこんなひどい状態の時に本当に観光客なんかいないからね。そういう状態の時にホテルだけ始めてくださいって言われても無理だよね。なんか赤字、毎月赤字にならないとやっていけないわけだからでね、前知事がサイパンのお偉いさんが今回お亡くなりになっちゃった方がカジノ委員会そんなもんいらないよっつってやめてくださいっていうことを言ったんだけど、61日以内に誰かが反対すればもう一回そのカジノ委員会もなくならないで済むんだけど、まだその辺もどうなるかまだ分かってないんだよね。カジノ委員会がふらふら何もやってないんだからいらないじゃないって言って前の知事が言ったんだけど、カジノ委員会がなくなっちゃったら本当にカジノのライセンスとかももちろん出さないでめちゃくちゃ揉めると思うし、どこが出すんだっていう揉めることも出てくるだろうけど、大体がねこの状態で本当にカジノをやらないでホテルだけやってくださいって言われても絶対やりたくないよね。もうじゃあ全部オークション、今の状態で新しい会社さんがじゃあやめるわって言ったら、一応は何にも損しないで大きな損害は出ずっていうとこだと思うんだよね。まだお金払ってないはずだから。分かんない、この1日か2日の間に払っちゃったって言ったらその分損しちゃうからあれだけど、金額が金額だけに、払ってたらもうやらざるを得ないとは思うんだけどね。この状態でホテルだけやれって言われてもめちゃくちゃ辛いと思うんだよね。なんかサイパンでカジノのライセンスをもともと IPI 昔の会社が取った時にもこの法律はあったと思うんだけど、法律はあったんだろうけどすごい前処されて緩まされたっていうのなんて言えばいいの。もともとのサイパンの法律ってカジノのライセンスを取るための法律ね、新規に古いホテルなんかを買うんじゃなくて新規に2000室以上のホテルがないとダメ、ホテルを作らないとダメっていう法律があって、ちょっと驚きなんだけどね、2000室だよ。2000室ってどこに建てるのって感じなんだよね。あとなおかつ20億の投資がないとダメっていうのが、それが法律だったんだって、ちょっと法律だったんだってっていうかそれが法律に今でもあるんだけど、そんなの絶対にやろうとする人いないよね、なかなかじゃないけど、このサイパンにこの法律をよく作ったなと思うんだけどね、サイパンの人たちが。ちょっとびっくりなんだけど、私からしたら20億使ってなおかつ2000室のホテルを新しく建てなきゃいけないっていう法律があるっていうのはちょっとびっくりじゃないですか。でそれをできないならっていうことでかなりこう条件を落としたみたいなんだけど、で今回新しいカジノ会社さんにもライセンス権利を手にするには、本当だったらこの2000室と20億の投資を求めてるのね。
意味がちょっとわかんないんだけど、政府が求めてるでも本格再開ができないなら300室とか30室に大幅に談話する案も出てるんだって。どんだけ30室でもいいんだっていう感じで、ちょっと法律合ってないようなもんだよね。本当に知事の権限とかでめちゃくちゃ決められちゃうんだなって感じ。2000室なんてありえないと思うんだけど、そんな場所もないしね。上に伸ばすしかないと思うし、上に伸ばすには本当に日本みたいな技術が中国でもあるか。中国のすごいか、ドーンと上に立ってる率って言ったら。だけどね、2000室っつったらすごい場所を使うよね。で今ね、あそこのホテルって映像を出すの忘れてましたね。どこ行った？映像を出すの忘れてましたね。ちょっと待って、流していけば出るかな。あのホテルも329室しかないんだってね、今ね。329室しかじゃないの。329室もあるんだって。日光ホテル、サイパンの日光ホテルで315室って言ってたから、昔。それで一番でかかったはずなんだよね。多分だけど。ね、今時はほら、クラウンホテルさんが両方南と北に結構ドドーンと大きくなってるし、ハイアットもこの字型に大きくなってるけど、日光の方が多いんじゃないかなと思うんだよね。315だったの、日光ホテルが昔。今はいくつかわかんないんだけど、ケンジントンになってからは。それで329室追加で300室の投資を求めているって。そこが現実的な落としどころとして出されたらしいんだけど、それ現実的かね。ちょっと本当に意味がわからないところにあるんだよね。でその3億ドルの投資を求めますっていう談話条件の中に入ってるの。政府が新しい会社に3億ドル投資をしてくれって言ってるんだけど、その投資はどこに使われるのかな。ホテルの増設に使うんならいいけど、3億じゃ増設じゃ3億じゃ足りないよね、多分。その中に地域復興基金とかって書いてあるんでね、結局そこなのかなって思うし、なんか政府は出してほしくないのって感じにも思えるよね。なんかこういう条件を見てると、この新しいカジノ会社さんに出した土地を貸すにあたっての条件とか、ライセンスの条件とか見てると、これ別にサイパンに出さなくていいんだけどねって言ってるようにしか聞こえないような条件なんだよね。ほんとちょっと厳しすぎる感じがしますね。
どう思う？これでもあんたたちこれでもやりたいのって言ってるような感じの条件しか書いてないような気がするっていう感じかな。どう思うかね。うねさん寝ちゃった。みんな寝ちゃったの。さあみんな寝ちゃった。新生カジノの話つまんない。ちょっとそれでも分かるの。いや、あとはね、もうサユントさんもそれでも分かるのは何年かかるか、それともほら、いや何いやでさ、それこそ中国のお金持ちたちが来てドーンって使ってくれるっていうのをね見越してやるしかないよね、カジノなんかっていうビジネスはもちろん。そんなさ、だけどね、儲かるからやるんだと思うけどさ、だってね、カジノのライセンス料金がね、またえらい料金だったよ。年間のライセンス料金が1500万ドル、本当だったら。まだ決まってはいないんだけど、本当は1500万ドルなんだけど、それを500万ドルにしますよっていう提案が出てるらしいのね、談話案で。その最低300室のホテルプラス3億ドルの投資っていうのも、それも談話案の一つで、あと規制料、これはね、規制料っていうのはライセンスの審査とか、だからカジノ委員会に払うお金、本当は数千万ドルレベルなのを一時的100万ドル程度に削減とかっていう方向を議論してる。それが100万ドルだって。それでも談話してるっていう話らしいんだが、100万ドルだよ、100万ドル。意味わかんないな。規制料ってなんだろうって。カジノライセンスを発行するところとか監督するために、そこの場所に払うお金、現在は年間300万ドル以上集められておらず、維持や人件費が支えられずに職員が解雇される事態にまでなっていますって書いてある。カジノ委員会解体の話だね、これね、きっとね。で、談話した値段は100万ドル程度に引き下げられると提案されているという背景があります。100万ドルでもすごい金額なんだけど、ただサイパンの法律的にはライセンスを取るには新築のホテルを2000室なきゃダメだし、投資額は20億ドルで、ライセンスは年間1500万ドル以上で、規制監督料が
数千万ドル必要なんだけど、現実的には無理だから、最低300室以上で、あと投資額は3億ドルで、ライセンス料は500万ドルで、規制監督料は100万ドルにしてもいいかなもしれないよっていう談話案が出てるんだって。こんなのこれでもやろうとするのは、やっぱり噂の IPI っていう元の会社とつながりがあるから立ち上げなきゃならないのかな。そんなことないよね。つながりがあったとしたって別に立ち上げなくたっていいんだもんね。やめたって話は出ないのかね、これ。新しい会社がいくらオークションで落としたって結局今裁判で、これ全然違う映像が流れてんだけど、ごめんなさい。全然違う映像が流れてた。あれね、今気づいた。どこ行っちゃった？ごめんなさいね。またなんかいじるとパシッと切れそうだから、ちょっとこれ一回流しとくね、この映像。それで儲かるのだよね、本当にね。やめたって言ってもいい話だよね、こんなの。オークションはあったけど、結局裁判所が認めた資産とライセンスの取得オプション付きの入札に勝っているけど、そのまま手続きを進めようとしていると見られるけど完了していないし、裁判所もやめちゃうよとか脅しかけてるし、もしかしたらその言われてるのが IPI との元の会社とのつながりがあるんじゃないか、だからやめられないのかっていうのもね、話が出てるんだけど、外部投資家として外部企業なら撤退しやすいですが、実態がもし同一構造なら政治的に辞退する選択はも難しい可能性があるらしい。 CNA 前の議員がカジノ委員会の規制不足を批判し、数ライセンス制度への移行を提案しているほど政府側は現状の構造に懸念を持っています。複数ライセンス、一つの今はね、サイパンはカジノのライセンス一つっていう状態になってるんだけど、それを複数にした方がいいんじゃないのっていう話も出てるんだね、やっぱりね。私もそう思うわ。一つがダメになったらね、またガタガタになっちゃうわけだからさ、香港マカオみたいにね、ああいう風に本当だったらね、何社かがラスベガスとまではいかないし、マカオとまでもいかないかもしれないけど、ね、もっとこう何社かあったら、人も歩くだろうしね。北にもあって南にも、そうでもないか、そういうお金持ちは
タクシーで移動しちゃうかもしんないけど、でも出歩くことにはなるよね。3つぐらいカジノがあれば3つぐらいカジノがあれば、そのカジノだけにとどまらないで、その3つのカジノを転々とする観光客の動きも出てくるだろうし、ね、3つでも4つでもたくさんあった方がね、面白いかもしれないよね。中途半端にやりすぎるから結局こうね、1個の会社に等級しすぎて結局ダメになっちゃってこれはね、結構癒着がね、前の会社は政府との癒着が結構ね騒がれてたから、本当のところは分かんないけど、もうグズグズだったからね、その辺はちょっとあれだよね。オークションで条件付きで買ってしまったから買っちゃったからね。でもね1290万ドルだって1290万ドルで落札したんだね。でも払ってないからやめたもありなんだと思うけど、持ってるのに何にも使えない状態だもんね、今の現状。損失にはなるだろうね。もうすでに多分1000万ぐらいは使ってんのかな、1000万円ぐらいは使ってんのかな。やめたっていう簡単には言えない状態に入っちゃってるのかな。それにしても政府の方がなんか条件が厳しいことを言ってるよね。裁判所が8月の21日が最終期限だから、8月21日にはどちらにしても何かしらカジノが始まりますよとか始まりませんよとかいうどっちかのなんか新聞には流れるとは思うんだけど、ね、めちゃくちゃなんか不安定だからね、サイパン政府自体がね。さあ、とにかくこんな結局は今仕事のなくて泥棒やってるような人たちだって働き始めるわけじゃん。こういう会社ができたら怖いよね、逆に。ルームサービスじゃなくてなんだけど、ベッドメイキングとかさ、そういう簡単な仕事だけど一番さ、お客さんに接する仕事だよね。ああいうの怖いよね。変なの働かれたりしたら。基本の構図ってどうなってんだろう。まず IPI が昔の会社が公開後資産のオークションが行われて、で新しい会社が1290万ドルでその IPI の資産を落札したんだよね。で落札に含まれてたのはホテルと家具、建築物、そしてそのなんか使えないようなライセンス、カジノライセンスの再取得の権利付きだったんで、
取得の権利、再取得の権利っていうのが危ういよね。で、つながってんじゃないのって言われてて、裏でその元々の会社と今の会社がつながってんじゃないのっていうところが多くて、なんか代理人説が多いらしいね。オークションに参加した他の会社が途中で撤退。なぜ今の新しい会社だけが残ったのか、その辺も分かんないところだよね。なんで政府の方がまず DPL っていう政府の会社っていうかないね、組織、土地を貸すところ、この人たちが今回 OK っていう OK 貸すよっていうのに出した条件が、まず名義変更の2500ドルの手数料を支払う。名義変更に2500ドルかかるんだ。結構かかるね。で、現金化して銀行へ入れること、あと建築図面、運営プラン、これだよね。許可、ゾーニングなどを取得後すぐ提出って、これがちょっとやり始めなきゃいけないんだって。お金ちゃんとあります、嘘ありませんっていう宣言書を提出。これがね、なんでこのまま転売することはできないのっていう話なんだけどね。私からしたら転売っていうのも考えるわけじゃない、絶対に。どう思います？転売したっていいわけでしょ、本当だったら。本当だったら転売して、そのままなんつうんだ、ね、何千万でも儲ければそこでよしっていうことにもなり得るんじゃないのって思うんだけど、ダメなの。それはやっちゃいけないあれなのかなって思いますよね。なんかその辺がよくわからないなっていうところであるよね、これ。転売した、オークションで勝ち取ったんだから転売したっていいでしょっていうふうに思わない？その辺がね、ちょっと危ういところなんじゃないのって思うんだけど。どう思います？そんなことないから。そんなことないですかね。その辺が変だなって思うんだよな。でもいいんじゃないかって私は思ったところで、ちょっと不可思議。転売してたって、転売してお金儲けるのは全然
ありありなところなんじゃないのって思うんだけど、それはやっちゃいけないのって思うし、この流れを見てるとちょっと変なのって。犬さん、犬何犬、姉さん何犬、犬猫。そうね、この動画ね間違えちゃったからね、もう一回違うの出すね。もう一回ちょっとね間違えちゃってね、違うの選んじゃって出したいんだけど、このままいじっちゃうとこのままいじっちゃうとまた消えそうなんだけど、これなんだっけ、あれだ、猫じゃないね、猫、これは猫ってことね。猫ちゃんじゃなくて、ちょっと待ってね、どっちだろう。あ、こっちのこれを出そうと思ったんだ、この間。これどれ？これか。もう番号で書いてあるからわけわかんなくなってきちゃって、すいません、本当に申し訳ないね。今もねデューティーフリーはね閉まってますけど、これねカジノが開けばもちろんデューティーフリーっていうかね、お土産屋さんなんかもちろんでテニアンダイナシティのことを考えると、テニアンダイナシティの中でも全部が完結してたでしょ。お土産屋さんから食事から何から何までホテルの中で全てが完結してたから、カジノって大体そうだよね。そのところ、そこの場所で全て完結しちゃうから、人がね出歩かなくなるんだよね。結局は街の中を歩くっていう感じではなくなって、ラスベガスでも何でもそうじゃない、なんかホテルの中で完結しちゃうでしょ、全てのことが。それがねやっぱりサイパンのところにどう影響があるのかっていうのもあるんだけど、ないよりいいと思うんだよね。こんだけ何にもないね街の中にお土産屋さんもほぼなければ、何もない状態よりは何もないよりはやっぱカジノがあって、それだけで観光客が呼べるわけじゃない。何もないともっと何も呼べない状態だからね、今の状態で言ったらね。自然とか伝統とか文化は分かるけど、伝統っていうのが、サイパンって伝統っていうのがねほぼほぼないと思うんだよね。昔どこの地域でも、日本でもそうじゃん、なんか歌舞伎にしかり伝統っていうでしょ。シエナシエナね、シエナのこれシエナのタクシーじゃないよね。うねさん寝てた？シエナのタクシーはね白いタクシーでしょ。見かけないんだよね全然。白いタクシーって言ってたもんね。
ね。うねさんのお友達のタクシー、なんだっけ何話してたんだっけ今忘れちゃった。何話してた今。あ、そうそう、観光だよね。伝統か。伝統っていうのがないんだよね。なんかね、こう日本とかだと歌舞伎とかが昔から伝統であったり、今も伝えられてやってることっていうのがサイパンってないと思うの。だから今ね、なんか取ってつけたようにカヌーとか、伝統なんですよってやり始めて、伝統の復活みたいな感じでやってるけど、本当の伝統でずっとやり継がれてるっていうことがほぼほぼないと思うんだよね。チャモロの人たちが挨拶するときに、チャモロとかカロリニアンの人もそうなのかな、ニョロニョラっていうのを挨拶でやるんだけど、そういうのは伝統っていうのかな、文化っていうのかな。だけど何かをこうずっとやられてるもの、それで生活をしているっていうものがないんだよね。なんかね、多分ほぼほぼその辺がないから、ちょっとねあれシエナって見たよね、シエナとかね。そういうものがないからで、自然はたくさんあって、海もあるけど、でもそれだけって言ったら今ね、何が一番弱いかって円が安いことよね。円が安いっていうか、ドルが高いから、やっぱり観光客の人がどこの国の人だってね、円だけじゃないから、円はボロボロなんだけど、円いくら今日上がっちゃったかな。そんなでもない。149円で1回折り返してるけど、うわ、上行っちゃうのかな、これ。行きそうな感じもするね。149円。149円300ぐらいで下に向かわなければ、もう上行っちゃうかもしれないね。149円300あたりで、今ぐらいのとこで下に戻っていかなきゃ、レンジ突破で上行っちゃうのかもしれないね、これね。そうなってくるとなかなかね、ドルばっかり強くなっちゃってね、結局韓国のウォンにしたってね、中国元にしたってドルよりは今弱いし、ウォンは弱いよね。ウォン、日本円が一番弱いのかな。これじゃね、やっぱりなかなかお金持ちで余裕がある人たちじゃないと、何もかも高いわよね。何もかも高いわよね。これなんて言うんだっけ。で、物価は高くなっちゃって、入ってくる収入とかそういうのがね、低くなってっていう現象が起き始めちゃってるっていうことなんだよね。物価高いよね。日本が今一番やっぱり安いとされてて、そしてやっぱいいものがあるとされてるから、日本に旅行行く人多いじゃない。
まだまだ多いでしょ、日本に行くっていう人は。だってサイパンの人たちも日本に行ってきたとか結構聞くよ。サイパンに住んでるフィリピンの人とか、バケーションで日本行ってきたとか、と思って、なんでっつったら安いからって言ってた。日本はだからやっぱり物もいいしね、食べるものもとかもいいからやっぱり行きたくなるんだろうけど、サイパンはそういうあれがないよね、魅力がね。サイパンで何買うのっていう状態になっちゃうし、サイパンで何食べるのっていう状態にもなるでしょ。サイパンのフードっていうものがだから、バーベキュー文化って言ったらバーベキューは昔から多分あるものだとは思うんだけど、さっきうねさんさっき自動車買ってきたけど高かったし、自動車買ってきたの自転車とかじゃなくて自動車なの？自転車じゃなくて自動車なの？自動車なの？自転車とかじゃなくてユンとさ、車ってそうだよね、車ってなるよね。そんなさっき自動車買ってきたけど高かったって、そんなさちょっと行って買ってくるっていうものじゃないよね。自転車ならわかるけど、お買い物かとか言って、お買い物かにしてもほら、ちょっと行って買ってくる、ちょっと行って買うのは自転車ぐらいならわかるけどさ、車買ってきちゃう。自転車乗れません。皆さん自転車乗れないの？自転車乗れないのか。私も乗れるかわかんない。自転車なんかも多分どのくらい乗ってないかな。いや20年どころじゃないよな、きっと。中学生ぐらいの時から自転車なんて乗ってないかもしれない。自転車乗ってないな。自転車乗れるかどうかも分かりませんね、本当に。自転車難しいかもしれない。全然乗った記憶がないな、自転車。でも車をさ、ちょっと買ってきましたっていうあれはないと思うよ。この辺の人はね、多分ね、なんだっけ、ミリタリーの人たちだと思うんだよね。映していいよって言われて、全然撮っていいよって言われて、私これ顔とか全然画角に入ってるつもりだったのに全然入ってなかったね。もっとカメラは上ですね。納車は来年らしいです。納車は来年なんだ。だからやっぱりちょっと買うものじゃないんだよ。やっぱりちょっと買うものではないと思う、車。自転車ぐらいならわかるけど、ちょっと買ってきたって。全然映していいよって言われて、本当映してたつもりが全然映ってないじゃんね。画角から全然外れてて、ちょっと残念でした。イケメンさんたちだったんだけどね。最近ね、こういう若者のイケメンさんたちが多いんですよ。
ミリタリーの人たちが結構終わってお仕事終わってこうのんびりしてるのかな多分。カメラアングルダメだよねほんとね。お姉さんね、私カメラねこれ撮っていいよって言われてて全然撮ってるつもりだったんですよ。全然映ってなかったねイケメンさんたちどういうことだよって感じだよね。もうちょっと上なんだねもうちょっと上で撮っていいもんなんだね。ちょっと勉強しましたね。なんとなくでこう喋りながらこう手に持って写してるから全然こういう状態だとは思わなかったね。ちょっとカメラアングルもう少し考えないと。せっかく話してもらってせっかく写していいよって言われてんのに全然映ってなかったっていうショックですね。これねショックすぎる。ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください。コーヒー飲みます。よっと体勢変えよう。ロキソニン効いてちょっといいかもしれない。ちょっと風邪だな、やっぱ風邪ひいたんだなきっと。ね、普通の景色撮ってる時はそんなにね自分の思ったアングルと違っていないんだけど、人と喋ったりしてる時のカメラアングルもうちょっと直さなきゃダメですね。全然顔まで撮れてると思ってて顔がスパッと切れてましたね。本当にちょっと残念。あとね、ミリタリーの人がこういっぱい来てるのと、あとグアムに今度360度対応できるなんだっけパトリオットが配備されるんですよね。設置されるの。そういうのを聞くとなんか本当に今台湾情勢のためにやってるわけだと思うんだけど、多分あっちもこっちもねちょっと戦争みたいの多いもんね。いつも芝生しか映ってないよね。そうお姉さん。芝生多いな。多いね。多いか。芝生多いね。多いか。もうちょっとカメラアングル上でもいいのかしらね。道路の時はね、車の時は、置いちゃうからあれなんだけど、この2階のお店もなんかやってるみたいだから今度ちょっと行ってみようかなと思ってはいるんだよね。どっかがやめたって聞いたんだけどな、どうだっけな。なんか芝生専門家ですか、すいません。芝生多いかな。
多いかな。ちょっともうちょっとアングルを上にしようかな。じゃあね、だからグアムにそういう360度のパトリオットが配備されたりして、そういうの聞くとやっぱり本当に台湾情勢ってあるのって思っちゃうよね。結構そんなのまで本気で置かなきゃいけないんだっていう感じ。でグアムはね、そうやって360度どっから撃たれても落とすものをつけてるけど、サイパンのがどっちかって言ったら近いわけじゃない。中国から狙われるのを恐れてるわけでしょ結局。中国からサイパンの方がちょっとだけ近いからさ、ちょっとずれちゃったって言ったらサイパンにドンって落っこっちゃう可能性もなきにしもあらずだと思うんだけど、もう360度全方位カバーするパトリオットってすごいよね。ドローンとかそういう超音速兵器とかにも反応するやつなんだって。そんなすごいものを置くっていうのを、あとサードも置いてるでしょ。左右さんさんうねさん、さゆさんってなんだ。さゆさんってなんだ。さゆさんてんてんは何？それは何？パンの実が街中で最近見られるとこなくて、ちょっと久々にパンの実見たなって。ちょうどね、この間ご近所のバーベキューでパンの実焼いてたの。消えちゃったなんで？どうした？なんで消えちゃった？あれ、もう一個どこ行ったのが、ちょっともう一個の動画が、さゆんとさん、どうしたの？名前どうしたの名前って何がどうしたの？うねさん。サヨントじゃなかった？名前どうした？何かあった？何かあったかな？何かござったかな？そこなんかあった？なんかあったかな？なんで
どうしたの？でもグアムとかにそんなものが配備されるっていう状態って、サユントさん、サユントさん、ナルントさん、ナルントさんナルントさん、サユントさんねえ、サユントさん、どうしてサユントさんになっちゃったのかなって感じだけどね。そこが皆さん知りたいんだよね、きっとね。多分違う？多分そうだと思う。多分そうだと思うんだけど、違うかな、お姉さん。ね、本当にね、そんなグアムにそんなものを配備しているっていうの、緊迫情勢っていうの、なんかまずそれが出来上がるのには10年ぐらいかかるみたいだけど、10年はかかんないのかな、今年からもう始まるっていうから5年ぐらいなのかな。それにしたってなんか本当にそういうことが起きるの？起きるから起きる前にそういうあれをしてるのって。なんかそういうのを考えるとさ、なんかちょっと怖いんじゃないのって思うよね。あっちまあ中東の方はしょっちゅうそういうことが起きてるけど、まあ、ロシアもね始まっちゃってたわけだし、ロシアウクライナ、そういうの考えるとね、なんかロシアなんかまあ始めそうだったけど、なんかまあもうこの時代じゃ始めないだろうって思ってたのに始まっちゃったもんね。サユントさん間違えたのね。誰が間違えたの？誰が間違えた？私なんか間違えました？間違えたかな。私最近思うのが、下水道とかもこちょこちょやってたでしょ。ああいうのとかタイル張りとか、そういうのが最近自分でこういうの好きだなって思うのね頭使ってこちょこちょやるより、もともとねあまり頭が良くないので、ああいうなんかこちょこちょやるのが好きだなって本当思ったりしましたね。本当間違えますけどね。文字書いたりなんだりするのとか、やらなきゃならなくてやって生きてきたっていうの、そういうのはあるんだけど、実はそういう方が好きなのかなって。職人だなって。そう職人の方が本当は好きだったのかもなって思う。ね、昔そういうことを、シルバー作るのとかも好きだったけど、デザインするのも好きだったけど、そういうのよりタイル貼ったりするとか壁塗ったりとか、そういうのの方が好きだなって思った。
頭を使うより、頭をこちょこちょ細かく使うよりこういう方が好きだなってすごく最近感じる。親方と呼ばせていただきます。うねさん、そう本当ね、そういう方がね、なんか好きだなっていうのが最近本当にね、本当思うようになりましたね。感じたっていうの、なんだよ、こういうのやっとけばよかったなとか思いましたね。自分の中で昔はそういうのがなかった。あんまね、店とか作ったりそういう設計とかはしてたけど、それをいざ自分でこういう風にやるっていうのはなかったでしょ、昔は。そういう方がでも好きだわ。なんかやっぱ設計とかそういうのも好きだし、なんかそれを自分で形にしていくっていうの結構好きだなって最近。そういう細かいとかと違うな。なんかそういう職人だよね、本当にね。職人好きだな。弟子にしてください。ね、そうね、本当にね、どっか弟子に入りたいぐらい、本当にああいうの好きだわ。本当に最近とても感じる。ただ一番できないのが、まだ怖くてできないのが電気だけは怖いね。どこを触っていいのかちょっとわからないね。これ頭使うからダメなのかなとか、頭使うから使わなきゃいけない感じじゃん、電気って。だから私怖いのかなとか、本当は頭使うの嫌いだったんだなってすごく思うもんね、最近。頭使ってあんまり生きてこなかったけど、なんかね、こちょ今まではだからパソコンとかそういうのが結構昔から好きだった方だったはずなんだけど、そういうのよりタイルとかのが好きだわ。電気、まずはピンセットをコンセントに挿してください。まずはピンセットをコンセントに挿したら感電するじゃん。ピンセットでしょ。ピンセットって何？ピンセットって何？ピンセットってこういうピンセットってなんだっけ？ OK Google。 ピンセットってなんだっけ？ピンセットは小さくてつかみにくいものを挟む。そうだよね。そうだよね。そのことだよね。ピンセットでしょ。ピンセット感電するよね、普通に。ピンセット差し込んだら感電するよね、普通に。あれのこと言ってんのね。ピンセットってパチってつかむやつだよね。感電して覚えました。やだ死んじゃうって。うふふじゃないって、うねさん。電気だけはちょっと怖い。電気だけは怖くて試す気になれないんだよね。ちょっと試す気になれないものって言ったらほんと電気の配線とかはテレビとかビデオを昔セットアップとかしなきゃなんなかったじゃない。ああいうプロジェクターとか、ああいうのは全然平気だけど、それを電気、お姉さん電気工事士なの？電気工事士なのお姉さんって。尊敬するわ。
電気だけはちょっとわかんない。なんかあれ何この2本、大体2本あるじゃない。2本あって、もう複雑なものは別としても、普通に2本こう出てきてるものを、例えば A と B って決めちゃったら、 A と B は A と A と B と B としかつないじゃいけないのか、そういうのがよくわかんない。そういうのがよくわかんない。言ってることもわかんないな。なんかそういうのがわからなくてちょっと怖い。ビリビリきちゃうんだろうなとか、ここでショートしちゃったらこれ終わっちゃう、この電気終わっちゃうしな。3本3本よ。2本じゃないの電気って。3本よって。3だよね、あれ。2って書いてないですね。3だよね。3本よ。3本2本じゃなくて2本でしょ。2本しか見たことないです。3本の電気の配線は見たことないです。この間もヒーターのラインどうしていいかわからなくて、お外の電線は3本のお外の電線は3本なの？電線って電線のこと？電線って電信柱についてる電線のことかな。電信柱についてる電線のとこまで行くと、まあ私にはほぼほぼあれがないけどさ、携わりがないけど、お家の中のなんか配線とかやりたいなって思ったんだけど、ちょっとビリビリきそうでやめましたね。それだけは3本ないと200ボルト取れません。3本あるところが200ボルトっていうものになるんだ。へえ、知らなかった。3本あるところが200ボルト。うちのね、家の中にも220ボルト、そう220ボルトのところと110ボルトのところと2つあるんですよ。220ボルトのところに挿しちゃうと電気製品壊れるの。そういうのがね、見分けがつかないけどね。入り口一緒だから。100ボルトなら2本でいけます。100ボルト私が触ろうとしてるところは100ボルトなんだか200ボルトなんだか分かってないわ。2本だったら100ボルトなんだ。じゃあ3本あったら200ボルト以上ってこと？分かんないけど、ちょっとね気になるところがあるのと、配線を取りたいなって思ってるところがあるんだけど、じゃあ今度うねさんになんだっけ、ツイッターってライブできるの？あれライブじゃない、ツイッターってツ
ツイッターって LINE みたいなことはできないよね。ツイッターで LINE みたいなことができればな。説明が難しいよね。そりゃ難しいと思う。説明ってね、難しいよね。難しいと思う。ツイッター X でうねさんとはつながってるじゃない。それをこう映しながら、ここ配線していいのとか聞こうかなと思ったんだけど、ツイッターは LINE みたいになってないんだよね、確かね。そこにくっつけたいものがあるんだけど、電気とかむずいよね。むずいよねって難しいよね。電気は難しいっていうか、やっぱ怖い。タイルとかはほらさ、割ったって何したって向こうからは反撃してこないからね。電気物はほんと難しい。あと電動工具だって、ドライバーとかあの辺ならいいんだけど、グラインダーとかはちょっと怖いよね。見ながらはきついでしょ。きついですかね、やっぱりね。ここをね、なんとか配線したいなと思ったところがあって、この間ぼーっと眺めてたんだけど、眺めて終わりましたね。やっぱ手を出すのは怖かった。検電しながらなら大丈夫。検査し、そんな検電ってこう何ボルトとか出るやつとかの機械が必要ってことでしょ。パチって挟んで電気来てますかみたいな機械じゃないの。下手にやると火事になるよ。うわ、ほら、それが怖いよね。それね、それが怖いよ。やっぱそこですよ。電気の怖さは。タイルとかセメントとかはさ、そういう問題ないじゃない。だからセメント今回セメントもちょっともうね、気をつけなきゃダメなんだなって思った。セメントをポトポト配管に垂らして配管詰まっちゃったから配管も動かなくなっちゃったわけだからね。ああいうことやっちゃダメだなって本当に。配管にポトポト落ちてんのはっていうか、配管に意外と流してた。これちょっといらないとか思ったのは、こう配管にねえダメだよ。配管にこうポンって入れたりしてたのが、そりゃ詰まるわなっていうぐらい詰まってたよね。ああいうことやっちゃダメなんだなって。配管は養生してからやらないと。本当だよね。あら、消えちゃった。なんで消えちゃうの。これでいい。ちょっとこれもう一個のやつの動画が出てこない。もう一個動画作ったのに、せっかく作ったってことじゃないけど、つなぎ合わせたのに。配管はそうだね、養生
してからやらないとダメだね。ほんと勉強になりました。だから素人は確かにだから素人はだよね、本当にね。ちゃんと蓋閉めてテープでこう貼り付けてやんなきゃダメなんだねっていうか、そこにこう邪魔だからこうポンポン入れちゃったりしてたんだよね。これだちょっと余ったからみたいな。そしたら配管詰まっちゃいましたね。もうえらい目にあったもんね。あんなに水が流れなくなるとは思わなかった。もう一箇所ね、ちょっとねやっちまったところがあって、多分なんだけど、下を外せばなんとかなるんじゃないかなってちょっと今安易に思ってるんだけど、下を外せばなんとかなるのかなって思ってるんだけどもね、結構多分時が経っちゃってるんだよねあるものを洗ってて、あるものまあパーツを洗ってたんですよ。いろんなパーツを洗ってたら、ちっちゃいシルバーのパーツとかね、これが排水に落ちちゃって、そこの洗面所みたいなところが一箇所詰まり始めてるなっていうのをちょっと感じてて、あれ流れていかないのかなっていう感じにいるんだけど、今回のあれを見てちょっと早いことをやんないとまたえらい目に遭うなって。でも固まるものを流したわけじゃないから、小石とかと同じだから、小石みたいのがこう洗面所に流れてったんだから、普通流れるんじゃないのって思うんだけど、流れないのかな、あれ止まっちゃってる感じ。結構ね、どのくらいの量が落ちちゃったんだかわかんないんだよね。結構落ちちゃったんでね、かなりな5000個ぐらい洗ってていろんなものを、そしたらパサパサって落ちちゃって、家で溺れるよね。ほんとそのね蛇口はね、ちょっと近いうちねやらなきゃダメだなとは思ってはいるの、本当に。またね人の手を借りなければいけなくなっちゃうから、タイルとかそういうセメントとかは意外、まあ職人技はもちろん必要なんだと思うんだけど、意外とほら相手から何かをされるっていうものじゃないじゃない。こう排水管も多分力さえあればなんとかなってたはずなんだよね。でも力がないからそこ入っていけなかったわけなんだけど、なんかね意外とダメ大丈夫、これ大丈夫。ニャーニャーが今パソコンの上飛び乗りましたね。なんかね、配管もどっかの中の方でやられちゃうともうどうにもならないけど、意外と今の時代YouTube とかで、なんとかなることも多いんだけど、やっぱ電気だけは無理ね。 YouTube で見ても親方なら何でもできますよ。携帯もなんか
携帯のバッテリーとか交換ダメにゃにゃダメ本当にダメ。なんでどうしてにゃにゃダメだって本当に。携帯とかのバッテリー交換とかも YouTube で見ると簡単そうに見えるのよ。めちゃくちゃ簡単そうに見えて前に一回やってみたの、バッテリー交換っていうの。ダメでしたね。買ったバッテリーも無駄になっちゃったし、また修理屋さんに出さなきゃいけなくて修理に出したっていう覚えがありますね。 YouTube で見て簡単そうにやってるからできるだろうと思ったら、ああいう電気系とかはやっぱりね、修理屋さんに頼んだ方が確実。電気だけはダメだね。電気系統のものだけは。後のものって意外となんとかちょこっとごまかしながらでもできるかもしれないけど、あれはダメだね。本当に難しいと思った。よろしくないわ。電気だけは頼んだ方がいいよ、ちゃんと。ちょっとね、でも一箇所だけやってみたいなとは思ってることがあるけどね、それより先にもう一個の配管だよね、手洗うところ。洗面所、あそこだけはなんか自分で多分できそうだから YouTube で撮りながらやってみようかなって思ってはいるんだけど、パーツ交換しなきゃいけないとかなってたらちょっとまた無理かもしれないんだけど、そしたらその洗面所はもうしばらく使えないことになっちゃうんだけどね。本当に電気だけは難しすぎてね、本当その姉さんが言うように火事とかになるとね、やっぱ怖いなと思うし、火花散っても怖いし、ビリビリ来ても怖いし。サユントさん自分でやるの？そう、自分でね、結構何でもやったりするんですけど、何でもやったりするけど結構大変だよね。力がね、若い時みたいになくなってるから、それが問題なんだと思うんだよね。だから何でも工具さえあればできるとは思うんだよね、意外と。なんかだって箱作ったりなんかするんだって、テレビでよくやってるじゃん。なんか作ったり壁紙貼ったりとかなんかやってるけど、なんか工具さえあれば絶対できると思うんだけど、電気だけはちょっと違うと思う。あ、ダメにゃんにゃん何してんのね。ねえ何してんの？なんじゃないよ。なんでそんな泣いてんの？ねえどうしたの？ご飯入ってるのにな。届いてください。にゃにゃにパソコンの前を占領されてしまった。なんでどうしたの？にゃにゃがおかしいですね。ご飯も入ってるんですけどね。サユントさんとかはみんな
みんな結構なんか自分でやったりしないのかな。まあうねさんは電気工だから何でもやるんだと思うけどね、なんかやったりしないのかな。みんなやんないのかな。サイパンとかにいるとなんか自分でやらなきゃならないこともいっぱいあるって感じかな。ゆんちさん、やるところないやるところない確かにね、普通に生活してたらやるところないよね。そう思います。普通に生活してたらね、やっぱりサユントさんとかはマンション、アパートとかの一人暮らし、一人暮らしだとなんかほら電球変えたりなんか配線したりとかねしたりしなくちゃいけないだったりしないのかな。私もうそういうのはねずーっと自分でやってきたね。なんかね、オーディオの配線とかああいうのは全然平気なんだけど、パソコンの配線とかも全然平気だけど電気だけはダメ。普通の生活してたらまあやるところないっていうのは普通かもしれないけどね。サイパンのカジノどうなるかね、これね。8月に入ったらいろんなまた8月後半か動きが出てくると思うんですけど、やるとかやらないとか。でも今の状態で言ったら新しく買った会社はなんかホテルから早く始めなよって言われてるような感じだよね、政府にね。あれがちょっとね、私ならもうやめたって言いたくなるような条件がいっぱい出てるような感じだし、なんかね、誘致しといて初めはいいこと言うんだけど、なんか意地悪するっていうか、お金くれなきゃやらないよみたいなところがサイパン政府って結構あるんですよね。政府の上がそういうことをやってるんじゃなくて下がやってる気がするんだよね。私なんかの経験から言うと、下がちょっとお小遣い稼ぎにこう、はい、これくれなきゃやりませんみたいなことが多かったりしたから、何年か前のもう10年ぐらい経つけど、消防署の方から来ました、$500払ってくださいっていうのが一番なんか腑に落ちないっていうか、何を取るわけでもないのに$500くださいみたいなこと言われて、あれみんな払った人もいるんだよね。レストランは$300、バーは$500とかなんとかって言って、今思い出した、そういうのがあったな。政府のそういう役所関係のビジネスライセンス系の大元の方の人はそういうことをしないと思うっていうか、そういう人にされたことはないんだけど、結局こうチェックに来る人とかそういう人にやられたことはあるよね。何でも何してんのにゃにゃ、ダメだって、なんでご飯も入ってるし
お水も入ってたよ。何かが気に入らないみたいで、ニャニャが何度もパソコンを攻撃しに来ますね。なんだろう、何か不機嫌っぽいですね。ちょっと見に行ってこようかな。何か嫌な感じみたいです。にゃにゃからしたら、ご飯がねなくなると、ご飯入ってないよってこう言いに来るんだけど、今日はご飯入ってるんですよね。さっき入れたばっかりなんで、もしかして食べちゃった？もうちょっとお待ちくださいね。食べちゃったのかな、見てきます。少々お待ちを。入ってるよ。なんで？どうして？お水もご飯も入ってるよ。すいません、お待たせしました。猫ちゃんのご飯もお水も入ってるんですけどね、何かが嫌みたいですね。お姉さん、電気線なんだ、専門なんだねっていうことすごいって言ってます。すごいね。電気とかはね、本当にサイパンでも電気屋さんって結構重宝してるんじゃないかな。今ね、なんか建設業の人がやっぱり足りないって書いてありましたね。建設業の人が足りないって言うけど、どっか建設してたっけなっていう方が、建築途中で止まってるようなところ結構あるかもしれない。もともとオーシャンビューの隣のとこ、オーシャンビューホテルの隣のとこ、そういえば建築現場になって止まってたな。
中で、そんな気がする。そんな感じですね。もう1時半じゃんもう。早いですね。みんな寝に来て寝たかな。うるさくするとね、うるさいよって言われちゃうからそんな感じで、また明日ちょっと今日ねまた動画出せなかったのがあるんで、もうね今日セッティングするのがめちゃくちゃなんか一からになっちゃって、どっからどう始めていいんだっけって迷いましたね。めちゃくちゃちょっとまた慣れるのに時間かかるって感じかな。どうやってこう OBS 使って入っていくんだっけっていうのがちょっと混乱しましたね。でネットワークキーとかも入れるの忘れて始めようとしちゃったし、ちょっとねライブやらないでいるといろんなことを忘れてしまうので、もう毎日頑張ってやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。今日もねサユントさん、うねさん、ナバルさん、みんな深夜さんとかどこ行っちゃったのみんな。丸森さんも来てないのとパストーリーさん来てくれてたのね。ありがとうございます。そんな感じです。皆さんね、もし見ていてくれているのであればチャンネル登録といいねなんかしてくれると励みにもなりますのでよろしくお願いいたします。なるべくもう毎日ネットがつながる限り、もうほんとネットがねつながんないことが多いんですよ。雨とか風とか降るとねヒヨヒヨしちゃうで、しまいには落ちちゃうって感じなんで、 YouTube 動画を自分で見てても見れないっていう時の方が多い。だから前ね知事が言ってたりしためちゃくちゃ早いとかいう意味がわからない状態なんですけどね。そんな感じで今日も皆さんありがとうございました。明日もちゃんと動画を出していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なんかねこんなとこ見たいなとこんなとこ知りたいなっていうことがあったら教えてくれると次の動画を作っていくのに助かりますっていう感じで、今日もありがとうございました。ではではおやすみなさい。